今日の朝昼兼用ご飯はゴーヤチャンプルー、白ナスのおひたし、柚子胡椒をつけていただきます。そして作り置きしていたトマトときゅうりの焼き浸し。他の種類は先にすべて食べてしまったので、トマトときゅうりの少し寂しい焼き浸しになってしまいました。外がゲリラ雷雨でちょっと暗くて見えづらいんですが、今日の朝昼兼用ご飯です。いただきます。今日の朝ごはんは麻婆きゅうり、ナスのたたき、
昨日の晩ご飯の残りのポテトサラダ、トマトにめんつゆをかけて大葉を散らしたものです。今回も料理本のレシピを参考に作ってみました。いただきます。小腹が空いたので冷凍のミニトマトを使ったトマトソースパスタを作りました。包丁も使わないので小腹が空いた時に手軽に作れておすすめです。いただきます。少しバジルの苦みがあるけど美味しいです。粉チーズとか入れた方がいいかな。いただきます。ちょっとバジルが最初は苦いかなと思ったんですが大丈夫でした粉チーズ入れるともう少しまろやかな感じになるのかな。でもこれはこれですごく美味しい。にんにく2かけはちょっと多いかなと思ってたんですが、私にはにんにく2かけがちょうどいいですね。美味しい。
んにちは。先ほどのバジルパスタ、胃もたれしました。そうですよね。油いっぱい使いますもんね。バジルパスタ。久しぶりというか多分1年ぶりぐらいに食べたんですが、ちょっと胃もたれしてしまいました。あれですね。バジルパスタの時はいつものパスタの量ではなく、ちょっと少ない量で、作るのがベストだということに気がつきました。先週の動画から料理本を使ったレシピを少し、参考にしながら料理を作っていました。結構 SNS を参考にすることも多いんですが、 SNS だと自分の好きな料理だったりとかアルゴリズムなのか、人気の料理っていうのが同じパターンのものが多いからなのかちょっとわからないんですが、同じようなレシピが結構ね出てきてしまうなと思っていて、それはそれですごく参考にしているんですけれども、なんかちょっと変わった今まで作ったことのないレシピを作りたいなというのも、畑の野菜しか使ってないので同じ材料をずっと使っているので、ちょっとこう新鮮味のあるレシピないかなと思って探していったところ、料理本っていうのがあるなと、もう原点に立ち返って今すごく参考にしています。いいですね、すごく見やすくて、先週とか今週のキャプションとかにも書いていたんですけれども、すごく見やすくて欲しい情報がパッと手に取って見られるので、それはすごくやっぱり料理本のいいところだなと思ってます。なんですが、私は料理本ではなくて電子書籍で見ています。なので広げてみるっていうよりは、このスマホの画面で見てこうレシピを探してそれを作るっていう感じにはなるんですが、もうそれでも本当に大活躍。特にきゅうりの麻婆豆腐、麻婆きゅうりとナスのたたき、あれはすごく私大好きな味でして、もう大体私が好きな味っていうのは白米が進む味っていうのがもうマストにはなってくるんですが、食の好みが、割と真逆な夫でも美味しいと言って食べていたので、ここの好みの共通はあったなっていう感じにはなっているんですけれども、麻婆ナスと違う麻婆きゅうりと、ナスのたたき、他の料理もすごく美味しかったんですが、特にその2つちょっと試してみてほしいです。麻婆きゅうりとかって SNS のレシピで探しても出てこない気がするんですよね。ちゃんと探したら出てくるかもしれないんですが、あとナスのたたきっていうのが高知県の郷土料理なのか、こう一般的なそのご家庭で作られている料理なのかちょっとわからないんですが、高知県で作られているものをちょっとアレンジしたっていうふうに書かれていて、それも簡単ですごく美味しい NHK 料理ビギナーズに載っていたものなんですが、本当に美味しかったのでぜひ作ってみてください。そんな感じで今日も36度かな、最高気温が結構暑いんですが、ちょっとバタバタしていて畑に行けていないのでというのもあるし、ちょっとゲリラ豪雨とか、あと雨がちょっと今週結構降ったので行くタイミングがちょっと読めなくてと、あとちょっとこう自分の予定と重なってなかなか行けなかったので、今日行くか明日行くかという感じで結構空いちゃったんですけど、そんな感じで今日の午後は過ごしていきたいと思います。皆さんも熱中症には本当に気をつけてお過ごしください。
非常に怪しい格好ですが行ってきます。ゲリラが来そうなので急ぎます。5日ぐらい来れてなかったんですが、なんとか実ってくれてます。ただちょっと葉っぱがボーボーになってしまったので手入れしたいんですが、ちょっとゲリラが来そうなんでどうしようかなっていう感じです。